皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。カカリコ村のガーディアンはテラコの記憶を受け継いだガーディアンなんでしょうか。ブレスオブザワイルド薬剤の目視録の薄いネタバレを含みます。リプレイの方はお気をつけください。今回は考察小ネタを並べていきます。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。オアシースの祠。以前の動画でブレワイの南のオアシスがある大地の周りにゾナウの塔のように積まれて作られている感じのトーテムのような長い岩の形について話しました。それについて生放送では話したんですけど、動画では取り上げていないことがありました。大地の周りをきれいに囲んでいるこの岩たち、いくつかは祠の形みたいになってるんです。開発コストを下げるために祠のモデルから崩して作ったからというメタ的なことも思ったんですが、最近はまた何か意味があるんじゃないかと妄想し始めています。そして祠つながりでもう一つ話しておきたいです。ブレワイのダウンロードコンテンツ第2弾英傑たちのバラッドで追加された祠って黒いてっぺんが長くて四角になっていますよね。どういう意味があるんだろうってずっと思ってたんですが、トアプリの影の世界の遠くに浮かんでいる細長い黒い角張ったあの物体に似ていませんか？もちろん関連はわかりませんが、追加した祠の形を他のデザインでもいいのにわざわざ過去作のものに寄せるというのは何かメッセージがあるんだろうなぁと疑っています。たまたま一致したとも考えられますけど、少しずつ調べていきます。何か情報をお持ちの方はコメントいただけると考察がはかどって助かります。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。6月5日の生放送で風タク世界線を回るために最近無限の砂時計を遊んでいるんですが、モルデ島という一つの島にある石板4つをつないだところをスコップで掘ると隠し部屋に通じているという謎解きのようなものがあるんですけど、そういえばブレワイにも4つくらい石板の文字を読むことで受けられる祠チャレンジがあったなぁと思ったので、試しに石板の数と場所を確認してみました。ゲルド地方のイーガダンアジトに続く道の途中、夜光石が並んでる市ジトの祠に1つ、東ハテールのキノックス3兄弟がいるラベラシッチ帯横のタワジヌの祠に1つ、マキューズ半島近くの古代ハイリアの遺跡に1つ。3つかーと諦めかけたんですけど、石板から受けられる祠チャレンジではなくて、謎を解いている途中に石板がある祠チャレンジを思い出しました。クンシダジの祠近く、ハイラル大森林の中に1つですね。マグネキャッチで錆びた盾を木の口にぶち込むやつです。4つ揃ったので、定規で丁寧に合わせながら線で結んでみました。その結果が、このゴングル山のふもと一帯が苔むした場所だったんですね。そしてびっくりしたんですけど、見事に何もないんですよ。少し南に歩いたところにゾナウの塔がありますけど、おそらく関係ないでしょうね。完全に僕の考えすぎだったようです。万が一僕が石板を見落としてる場合は教えていただきたいですけど、どうでしょうかね。というわけでこんな結果になりました。すみません。代わりにと言ってはなんですが、無限の砂時計つながりで一つ話しておきたいことがあります。このゲームのダンジョン、ボス部屋の鍵は四角いブロックの上部に挿入するんですが、鍵を挿して作動した後の上部にはシーカーシンボルとも違う大きな目玉の上下を3本ずつのまつげのような三角で挟んでるようなマークが描かれていました。これ神々のトライフォースに出てくる魔王ガノンの分身と言われている司祭アグニムの服のマークと一緒なんですよね。これらのダンジョンはアグニムやガノンと関係あるんでしょうか？世界線が違いますけど、同じ人物、同じ場所というのは存在しているはずなので、そこは考えなくても良さそうですよね。あのマークってシーカーシンボルに似ていますけど、例えばアグニムがシーカー族の誰かから奪ったのがあの赤い服だったんでしょうかね。今後も少しずつ調べていきますが、考察材料をとりあえず置いておきます。9人目の英雄像。視聴者の方にコメントで教えていただいてめちゃくちゃびっくりしたんですけど、アゲート山からジルコー大地にかけての山が超巨大な英雄像に見えるとのことです。改めて見てみると確かに英雄像の削り出し途中みたいに見えてきますよね。アゲート山が体
ジルコー大地が手の交差部分で剣って感じですね。ジルコー大地には爆弾で壊せる脆い壁があり、壊して中に入るといくつかの夜行石と龍骨モリブリンバットが地面に刺さっていました。右手と左手に当たる部分の間にはイーガダンアジトおよびゲルドの大きな穴があります。しばらく周りを調べてみましたけど、それ以外は特に何も見つかりませんでした。たまたま英雄像と形が似ていただけかもしれませんね。アゲート山の直線に近い形がとても気になっていたのでお話ししておきました。ちょい奥のガーディアン。ちょっと前にも少しお話ししましたが、E3 が来る前にもう少しお話ししておきたいです。他の方の動画で知ったことなんですけど、かかりこ村の祠タローニヒで戦闘のチュートリアルになっているガーディアンはテラコと関連があるガーディアンなんじゃないかって思っていまして、そのポイントはブレワイのハイラルに登場するガーディアンの中で唯一体が白いことというなんとも弱い一点なんですけど、テラコとインパっていがみ合ったりしてましたけど、喧嘩するほど仲がいいをそのまま当てはめたような分かりやすい関係でしたよね。薬剤の黙示録第2弾追憶のガーディアンというタイトルはおそらくテラコのことかと思いますけど、その追加ストーリーにてもう一つのエンディングと呼べるようなものがあるのかもしれません。テラコはもともとブレワイの時間軸から来たガーディアンでしたね。その追加ストーリーの最後のムービーでなんやかんやあって元の時代に戻るって感じなのか、テラコを参考にして作った別個体をブレワイの世界に送ったのかわからないですけど、とにかくかかりこ村のインパのそばにいるというところが引っかかってるので、あのガーディアンはテラコじゃないにしろ今はテラコの記憶を受け継いだガーディアンなんだろうと考えています。何はともあれ E3 でのダウンロードコンテンツの情報が楽しみですよね。急に来る可能性は本当にありますよ。 E3 といえば4日間の全体スケジュールが公開になったみたいです。このチャンネルの動画を見てくださってる方は大体の方がゼルダ好きだとは思いますけど、他のゲームメーカーさんが発表する新作ソフトも気になってる方はいらっしゃると思います。僕が気になっている日程は13日のスクウェアエニックス、14日のカプコン、15日の任天堂バンダイナムコって感じですね。その中でもスクエニさんのドラクエ3リメイクの情報が特に気になっています。その他気になる方は E3 のウェブサイトを覗いてみてくださいね。というわけでブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。